こんにちは、さゆりです。今回のテーマはスープカレーです。皆さんはスープカレーを食べたことがありますか？もしくは日本のカレーライスは知っているし食べたことがあるけど、スープカレーは、聞いたこともないし食べたことがないっていう人も多いと思います。今回はそのスープカレーについて話します。実は私もスープカレーを食べるようになったのは、ここ1年ぐらいです。で、どうして食べるようになったかというと、私がよく行っているまつげエクステサロンのお姉さんがおすすめしてくれたんです。まつげエクステというのは、まつげはアイラッシュですね。エクステはエクステンション。まつげに毛を植えることです。まつげエクステ。もしくは、よくまつエクと言います。そう、そのまつエクのお姉さんのおすすめで、近所に美味しいスープカレーがあるから、ぜひ行ってみてくださいと言われて、はい、よく通うようになりました。今では、まつエクとスープカレーがセットになっています。ちょっと変な組み合わせかもしれないんですけど、毎月1回のルーティンになりました。はい。で、スープカレーっていうのは、どんなものを想像しますか？カレースープじゃないんですかって思った方もいると思います。カレースープなんですけど、スープカレーというのは、ちょっと変わった特徴があるんです。まず具材が大きいです。具材というのは、その中に入っている野菜やお肉のことですね。スープカレーの定番の具材は、チキンとたくさんの野菜です。私がよく行くお店の定番はチキンベジカレーです。はい、定番というのはそのお店の代表的なという意味です。一番人気のメニュー、定番メニューはチキンベジカレーです。どんな具材、どんな野菜が入っているかというと、芋はじゃがいものことですね。ポテトです。人参、キャベツ、ブロッコリー、うずらの卵。うずらの卵は小さい卵です。で、レンコン。レンコンはあんまり海外では見かけないんですけど、植物の根っこでたくさん、穴が開いている根菜の野菜です。根っこの野菜です。うん。で、あと、かぼちゃ、ナス、オクラ、レッドキャベツ、スプラウトとパプリカですね。パプリカはベルペッパーのことです。はい。うん。結構いろんな野菜が入っているんですよ。まさに、具沢山。こういうたくさん、具材が入っていることを具沢山と言います。まさにこのスープカレーは具沢山という言葉がぴったりのスープです。このスープカレーは日本の普通のカレーライスと違って、スープとライスが別々に来ます。で、そのライスが黄色いんですよ。だからおそらくターメリックが入っていると思います。はい。で、そのちょっと黄色いライスにレモンを絞って、そのライスをスープにつけて食べます。で、好きなタイミングで、その具材、野菜とか、肉などですね、を、一緒に、食べて、自分の好きな食べ方ができます。はい、ルールはないです。はい。このスープカレーのいいところ、楽しいところは、カスタマイズが豊富なんです。お店によって違うんですけど、だいたいスープと辛さとライスの量とトッピングを選ぶことができます。まずスープですね。スープは普通のカレースープが定番です。代表的でみんなが食べているものです。でも私がよく行くお店では、スープが、ココナッツとエビも選べます。ココナッツはココナッツミルクが入っているので、少しまろやかな味になりますね。ちょっとマイルドになって、甘くなって美味しいです。エビは、実は昨日食べてきたんですけど、確かになんかエビの
味がするんですよ。私はエビが好きなので、とても美味しくいただきました。で、そのエビのスープを選ぶと、少し具材に桜エビという、小さな、乾燥した、ピンク色のエビが乗っていました。それも盛り付けが綺麗だなと思いました。次に辛さですね。辛さは迷いますよね。皆さんは辛いものが食べられますか？私はそんなに得意じゃないけど、普通の辛さなら大丈夫なタイプです。だから、いつも、中辛を選びます。で、中辛は、まあ、普通のミディアムですね。ミディアムです。全然辛くないものもあるし、小辛、ちょっとだけ辛い、中辛、大辛、激辛、超辛、鬼辛のように、たくさん辛いレベルがあります。はい。あと、私は絶対に頼めないんですけど、ホットソースの追加や、青唐辛子、ちょっと緑の辛いペッパーのことですね。青唐辛子もあります。で、次はライスの量ですね。ご飯の量とも言います。これも、親切に分かりやすく書いていて、グラムで書いてくれています。私は普通サイズでいいので、M サイズ、ミディアムですね、これも。200グラムになっていたので、ミディアムサイズを、注文しました。でも、もっと食べたい人は、L サイズ、XL、2XL、3XL、キングサイズもあります。はい。キングサイズはなんと1キロのライスだそうです。どんなのだろう。で、一番小さいものは SS サイズ100グラムからあるそうです。だから自分の、お腹の空き具合に合わせて選べるのも嬉しいポイントですよね。はい。で、次は、これは楽しい。トッピングですね。トッピングは、さっきも言ったように、もともといろいろな具材が入っています。でも、例えば、もうちょっと野菜が食べたいよって人は、追加で野菜が注文できます。例えば、入っていないものだと、キノコ類ですね。キノコ、しめじとか、舞茸も追加で、注文することができますし、他に、例えば、このお店にはいろいろな肉の種類があります。だからその肉に変えることもできるし、ベーコンとかソーセージを入れることもできます。あとは、私が好きなのは揚げ出し豆腐、豆腐をトッピングできます。あと、チーズ好きな人多いですよね。チーズのトッピングもあるそうです。で、このトッピングランキングっていうのがあって、それを、紹介します。1位、ブロッコリー。意外ですよね。なんかブロッコリーって結構、なんかダイエットするときに食べそうって思うじゃないですか。でも1位になっています。はい。このブロッコリー美味しいんですよ。なぜかっていうと、油で揚げているんですね。だから、美味しいけど、ちょっとカロリーも高いし、脂肪分も多くなっています。でも本当に美味しいです。2位、炙りチーズ。炙りは表面を軽くバーナーでふーってちょっと熱を加えたものですね。3位がうずら卵。先ほども言った、小さい卵です。4位、私が好きな、揚げ出し豆腐。で、5位がフランクソーセージです。私はちょっとフランクソーセージは食べたことがないんですけど、これも人気だそうです。で、今回言ったカスタマイズがいろいろ楽しめますね。注文するのもスターバックスと同じでちょっと難しいです。だからアプリで注文するようになっています。もし日本語がわからなくても英語や中国語やその他の言語があるので心配せずに注文できると思います。お店によって違うと思うんですけど、私が行っているお店はそんな感じです。ウェブサイトに、書いておくので、ぜひ気になる人はチェックしてみてください。実はですね、スープカレーは、大阪の食べ物じゃないんです。今、私は大阪に住んでいて、大阪でそのスープカレーを食べ始めるようになったんですけど、
実は北海道の札幌発祥の食べ物なんです。だからもしかしたら札幌に旅行に行ったことがある人はスープカレーを食べたことがあるかもしれませんね。私も札幌に旅行に行った時に食べた記憶があります。はい。じゃあどうしてその大阪でスープカレーのチェーン店ができているかというと、そのオーナーさんが、札幌でスープカレーに出会って、この味を大阪にも持ち帰りたいと思って修行しました。修行っていうのは、もともと仏教の言葉なんですけど、そのトレーニングすることですね。札幌のお店で学ばせてもらう。厳しい環境でもいいから勉強させてもらって、で、それを、自分の、知識とかスキルにして大阪に帰った後、修行した後、自分のお店をオープンしたんですね。で、私たち大阪に住んでいる人たちは札幌の本格的なスープカレーを大阪でも楽しめるわけです。本当にありがとうございます。うん。はい、いかがでしたか？私のスープカレーへの情熱についてのポッドキャストになったかもしれません。今回のエピソードでいろいろな単語や動詞も出てきたと思います。例えば、大きめの具材。はい。スープカレーには大きめの具材が入っていますだとか、そういう単語もぜひ食べるのが好きな人は積極的に学んでみてください。で、私のウェブサイトにも単語が載ってあるので、ぜひご覧ください。シルバーペンギン会員さん以上になると、そのエピソードの全体を通した単語リストや、トランスクリプト、そして、こういう話を友達とか他の日本語の先生やチューターさんとするときに使えそうな質問リストなども書いてあるので、あとそうそうビデオポッドキャストもあるので、ぜひご活用ください。皆さんのおかげでこのポッドキャストを続けられています。本当にいつも応援ありがとうございます。はい、ではまた次のエピソードで。バイバーイ。この動画の提供はペンギンさんです。いつもありがとうございます。もっとこんな動画が見たいよっていう人は、私のウェブサイト、さゆりセイング .com をチェックしてみてください。ペンギンさんになって一緒に日本語を学びましょう。